こんにちは、闇のやり込みプレイヤーことのはあかねです。今回はスカイリムを盗賊ギルドに加入して遊んでいこうと思います。ただし私のような純粋無垢な美少女に犯罪などという恐ろしいことはとてもできないので、一切犯罪を犯すことなく盗賊ギルドクエストクリアを目指します。具体的には犯罪の項目をすべてゼロのまま盗賊ギルドクエストをクリアして、ついでにギルドマスターにもなれるかどうか挑戦していきます。種族は皇帝の声が役に立ちそうなのでインペリアル。名前は絶対に罪を犯さないという決意を込めてイノセントちゃんにします。それではヘルゲンを脱出します。途中ロックピックを渡されて檻を開けるよう促されますが、言われるがまま開けてしまうと、犯罪歴にピッキングの回数がカウントされてしまいます。ダンジョン内の鍵のかかった扉などは解錠しても賞金こそつきませんが、犯罪歴にはカウントされるのでピッキングは一切できません。というわけで無事ヘルゲンを脱出しました。早速リフテンに向かって、チャンスのお膳立てのクエストを開始します。ブリニョルフが人目を引いてる隙に、マデシの店から指輪を盗まなくてはならないのですが、ピッキングができないのでスライド扉を開けることができません。ですが適当な建物に入れば、クエスト目標は失敗してしまいますが、結局クエストは完了して、次のクエストを開始することが可能です。リフテンの住民から借金を取り立てることになりますが、ノルド式交渉術で穏便に返済してもらいます。これで正式に盗賊ギルドに加入できました。早速盗賊ギルドの鎧に袖を通します。これから清廉潔白な盗賊として頑張っていきましょう。それではゴールデングロウ農園に勝ち込みに行きます。目的地への扉には鍵がかかってますが、アリンゴスが鍵を持ってるので先にそちらへ向かいます。というわけでアリンゴスの部屋の前まで着きましたが、ここの扉にも鍵がかかってて入ることができません。一旦外に出てあの扉の突破口を取りに行きましょう。まずは馬車でウィンターホールドへ向かいます。崖を降りてから海岸に沿って西に進むと、塔の石碑にたどり着きます。これをセットすれば、1日1回限定ですが熟練者レベルまでの鍵を自動で開けられるようになります。それではゴールデングロウ農園に戻って先ほどの扉を塔の石碑で解錠します。この方法なら、ピッキングの回数にカウントされることはありません。それではアリンゴスから鍵を受け取りたいのですが、説得には応じてくれそうもありません。無理やり奪ったら当然犯罪になってしまいますが、説得以外を選ぶと相手の王から襲ってくるので、倒しても正当防衛にしかなりませんし、死体に所有権はないので、合法的に金庫の鍵を入手できます。それでは手に入れた鍵を使って地下に降りて、金庫の中身を回収します。この金庫には持ち主が設定されてないので中身を取っても犯罪にはなりません。あとはこれをブリニョルフに渡せば、このクエストも一切手を汚すことなくクリアできました。次のクエストではホニングブリュー蜂蜜酒醸造所の樽に毒を盛ることになりますが、スカイリムの法律ではこれは犯罪にならないので安心してください。それより問題はこの棚からメモを取らなくてはならないことです。この棚は盗む判定になっているのですが、実際に取ってみて、犯罪歴を確認してみると、どこにも犯罪歴はついていません。どうやらベセスダはこの縛りを見抜いていてくれたようです。次のクエストではガラムエイからゴールデングロウ農園の購入者を聞き出すことになります。説得や威圧では聞き出せそうにないので、賄賂を選んでブルーパレスからファイアブランドワインのケースを盗んできます。盗むと表示されていますが、先ほどのメモ同様クエストアイテムなのでおそらくカウントはされないはずです。どうやらベセスダはこの縛りを見抜けていなかったようなので出直します。ウィンターホールドから南に進んで、アズラの祠に向かいます。アラネアに話しかけて黒き星のクエストを開始したら、ネラカーに黒き星について尋ねて、お金を払う選択肢を選んだらすぐにキャンセルします。その後もう一度話しかけると、また同じ選択肢を選ぶことができます。これを繰り返せば少額のお金で話術スキルを鍛えられるので、一気に話術スキルを50まで上げてしまいます。これで説得上手のパークを取得することができます。そうしたら神々の聖堂でディブラの祝福を得て、話術スキルを60まで上げてから、ガラムエイを説得します。このステータスなら説得が成功して、盗みを働かなくてもクエストを進行させることができました。それではガラムエイの後をつけて、東帝都社の倉庫へ侵入します。ただしこのエリアは公共の場でもダンジョンでもないので、
入った瞬間に不法侵入がカウントされてしまいます。人の身のままではこのエリアは突破できないので、ローンガード砦で目覚めのクエストを開始して、デムホロウ墓地でセラーナを解放して、ボルキハル城で吸血鬼の王の力をもらいます。吸血鬼の王に変身中に誰かを殺害しても、それが犯罪としてカウントされることはありません。吸血鬼の王に変身中はあらゆる行為が犯罪としてカウントされないので、東帝都社の倉庫にも不法侵入にならずに入れるはずです。というわけで扉の前までやってきたのですが、吸血鬼の王のままでは鍵のかかった扉を開けることができません。ここは一度人間に戻って塔の石碑で開錠して、扉が開いた瞬間にマップを開いて、別のエリアにファストトラベルします。その後すぐに東帝都社の倉庫に戻って、扉を確認してみると、鍵が開いた状態のままキープされています。鍵のかかってない扉なら吸血鬼の王でも通れるので、変身したまま東帝都社の倉庫に入ることができました。犯罪歴を確認しても、この通り不法侵入扱いにはなっていません。ただし変身を解除してしまうと、その瞬間に不法侵入としてカウントされてしまいます。なので倉庫内にいる限りは変身を解除することはできません。幸いここでしなくてはならないことはないのでこのままガラムエイが進むのを待ちます。ガラムエイが隣のエリアまで移動したら、後を追いかけてブラインウォーター洞窟に入ります。ここまで来たら変身を解除しても、不法侵入扱いにはなりません。これで犯罪を犯さずに東帝都社の倉庫を突破できました。あとはガラムエイから話を聞き出して、メルセルに報告すればこのクエストも完了となります。次のクエストではメルセルと雪帳の聖域を攻略することになります。普通に攻略するだけなので特に難しいことはありません。問題は次のクエスト、厳しい答えです。このクエストではカルセルモの石板を写し取るのが目標なのですが様々な障害が立ちふさがります。まずはカルセルモからドゥーマー博物館への入場許可を得なくてはなりません。すでに話術スキルは十分育っているのでリベラの祝福を得れば、説得が成功して鍵と入場許可をもらえます。許可を得てからなら博物館に入っても、不法侵入になることはありません。ただしそのまま奥のカルセルモの研究所に入ってしまうと、不法侵入扱いになってしまいます。変身してから入ろうにも鍵がかかっているし、開場直後にファストトラベルしようとしても、屋内なのでそういうわけにもいきません。というわけでここは一旦外に出て、リベラ聖堂の目の前までやってきました。左側の手すりを越えて岩に飛び乗って、いい感じに砦側まで伝っていきます。正面の崖をぴょんぴょんしながら登っていけば、滝の目の前まで来ることができます。遺跡の残骸を回り込むように奥の岩までジャンプすれば、カルセルモの研究所を通ることなく出口側のバルコニーまで到達できます。あとはカルセルモの塔に入って、木炭と紙のロールを拾って、カルセルモの石板を調べれば目標達成となります。ただしこの方法では、複数の犯罪を犯すことになってしまいます。木炭と紙のロールは雑貨屋で買えばいいとして、問題はカルセルモの塔に入ると不法侵入になってしまうことです。吸血鬼の王なら入っても不法侵入にはなりませんが、変身を解除しない限り石板を調べることはできません。そして変身を解除すれば、即座に不法侵入になってしまいます。この問題を解消するためにどうすればいいのかというと、魚釣りです。釣りというのは AE 配信時に無料で追加されたコンテンツで、スカイリムの各地で釣りを楽しむことができます。その際低確率でユニークアイテムが釣れることがあるのですが、そのうちの一つが今回欲しいアイテムです。本当に低確率でなかなか出ないのですが根気よく釣っていきましょう。来ました。風の指輪です。この指輪は移動速度を 15% 上昇させる効果を持っています。運が悪いと数時間かかることもあるのですが今回は5分程度で釣り上げられました。きっと日頃の行いが良かったからですね。それではこの指輪でどうするつもりなのか説明します。吸血鬼の王状態でカルセルモの塔に入って、
返信を解除します。人間に戻ったら直後に外に出て、犯罪歴を見てみると、不法侵入がカウントされていません。つまり人間に戻ってから不法侵入がカウントされるまでにはわずかにタイムラグがあるということです。このタイムラグの間にカルセルモの石板を調べて、扉を通れば、理論上は不法侵入にならずにクエストを進められるはずです。しかし実際には石板から扉まで距離があるのでどうしても不法侵入がカウントされてしまいます。そこで風の指輪の出番です。この指輪の移動速度上昇は幻惑呪文扱いになっており、幻惑の薬を飲んでから装備すると、本来の効果より早く移動することが可能になります。つまり強力な幻惑の薬を自作して風の指輪を強化すれば、不法侵入がカウントされる前に石板を調べてから外に出ることも可能なのではないでしょうか。というわけで超錬金を駆使して、効果2万%の幻惑上昇薬を作成します。それではこの薬を飲んでから、吸血鬼の王に変身して塔の中に入って、石板を調べてから直線で出口まで移動できる地点に位置取ります。ここで変身を解除したら、石板を調べて即座にダッシュ。これで通常よりはかなり早く出られましたが、やはり不法侵入がついてしまいました。その後何度か挑戦してみましたが、全く成功する気配がありません。石板を調べると直後に衛兵が突入してくるのですが、その際ドアがわずかに開きます。これが閉まるまではドアを調べても外に出ることはできません。おそらくドアが閉まるより不法侵入がつく方が早いのでこの方法での突破は無理そうです。仕方ないのでプラン B に移行します。ウィンドヘルムの港からソルスセイムに渡って、レイブンロックでスケイスクロウを集めます。スケイスクロウは一つ目の効果が体力破壊なので食べるごとに最大体力が2ずつ減っていきます。これを現在の体力を削りきれるくらいの量まで集めます。それではこれで何をするつもりなのか説明します。まずはアーケーの祝福などの最大体力を増加させる補正を得ます。次に適当な調べられるオブジェクトから少し離れた位置でセーブします。その後そのオブジェクトを調べられる位置まで移動してから集めたスケイスクロウをすべて食べます。現在の体力を見てみると23なのでアーケーの祝福の補正のみで生き残ってる状態です。この状態を作れたらオブジェクトにクロスヘアを合わせたまま先ほどのセーブをロードして、ロード中に決定ボタンを連打します。するとオブジェクトから離れていたはずなのにそのオブジェクトを調べられています。これはデッドローディングと呼ばれるグリッチで本来調べられないはずのオブジェクトを調べられるようになります。私が以前投稿した最強吸血鬼を作ろうでもこれを使って吸血鬼の王のままベッドで眠ることができたので、おそらくカルセルモの石板も調べられるはずです。それでは実際にやってみましょう。吸血鬼の王のままカルセルモの塔に入って内部でセーブします。次に変身を解除してからカルセルモの石板の前まで移動して集めたスケイスクロウを食べます。これでアーケイの祝福のみで生き残ってる状態にできました。それではカルセルモの石板にクロスヘアを合わせたまま先ほどのセーブをロードしてロード中に決定ボタン連打。残念ながら今回は石板を調べることはできませんでした。しかしロード直後にカルセルモの石板が表示されていたのでタイミング次第ではうまくいきそうな気がします。というわけで成功するまで何度でも諦めずに挑戦していきましょう。これ無理やぞ。確かにロード直後にカルセルモの石板を調べられそうな表示が出ますが、表示が出るだけで全く調べられる気配がありません。デッドローディングにも調べられるものと調べられないものがあるのですが、カルセルモの石板は調べられない方だったようです。そしてデッドローディングに変わる案はありません。デッドローディングは離れた位置のオブジェクトを調べるグリッチなので吸血鬼の王のセーブデータは入り口近くで作りましたが、例えばこれを石板の目の前に移したりしても、当然うまくいくはずがなく、なんか知らんがうまくいった？あ、いや、計画通りです。デッドローディングというと離れた位置のオブジェクトを調べるグリッチだと思われがちですが、吸血鬼の王でもロード直後なら目の前のオブジェクトを調べられるという隠れた効果があります。これを使えば吸血鬼の王のままカルセルモの石板を調べられるに違いない。そう思って今回の縛りに挑戦しました。決してカルセルモの石板を調べられなくて8ヶ月も詰まってたなどという事実はございません。あとは吸血鬼の王のまま外に出て犯罪歴を確認します。
この通り不法侵入はゼロのままです。ついに難関だったカルセルモの石板を犯罪なしで突破できました。あとは石板の写しをエンジェルに渡せば、厳しい答えのクエストも完了となります。その後はカーリアと共にメルセルの不正を暴いて、メルセルの家に忍び込むことになります。見張りのバルトには説得で消えてもらって、メルセルの計画書を入手します。話の流れでノクターナルに使えることになって、イルクンサンドでメルセルと決着をつけます。正々堂々とした戦いでメルセルを倒したら、死体から不快のピックを回収します。これを黄昏の御所へと返却すれば、最後のクエストも完了となり、一切犯罪を犯すことなく盗賊ギルドクエストをクリアできました。それでは引き続きギルドマスターを目指していきます。ギルドマスターになるにはスカイリムの各地で盗賊の仕事をこなす必要があるのですが、もちろんその大半は犯罪を伴うものとなっています。ただしデルヴィンから受けられる数字をいじる仕事は、見つからない限りはどの犯罪にもカウントされません。というわけでこの仕事だけを受け続けて、一つの都市で5回仕事を完了させると、各都市ごとの特殊任務を受けることができます。ソリチュードの特殊任務デインティスロード号は、バルモラブルーという違法薬物を、デインティスロード号の船長の荷物に紛れ込ませて、罪をかぶせるだけなので特に犯罪にはなりません。次はホワイトランの特殊任務偽の恩赦です。この任務ではドラゴンズリーチ首長の私室で書類の改ざんを依頼されますが、そのまま私室に入ってしまうと、不法侵入になってしまいます。ただしこれはバルグルーフにドラゴンのことを報告して有効度を上げれば、私室に入っても、不法侵入になることはありません。あとは書類を改ざんして、首長宛ての手紙をちょっと借りるだけなので、犯罪になる要素はありません。次はウィンドヘルムの特殊任務サマーセットシャドウズです。このクエストではウィンドヘルムで起こった殺人事件とニラナイとの関係を調査することになりますが、現在の話術スキルなら威圧で情報を聞き出せます。あとは情報をもとに犯人を倒して、被害者の形見を依頼人に渡せばクエストクリアとなります。最後はマルカルスの特殊任務希望の兆しです。これは山賊に盗まれた金の金型を取り返すシンプルなクエストです。入り口の鍵は塔の石碑で開錠して、金の金型を取り返して、依頼人に渡せばクエスト完了となります。これで全ての特殊任務をこなしたので、ついにギルドマスターとして認められることができました。それではトリニアから受け取ったギルドマスターの鎧に袖を通して、新しくギルドマスターとなった彼女の勇姿を拝みながら動画を締めたいと思います。確かに彼女はこれまで法に触れるようなことは一つもしていません。それでも彼女の行動が正しいものばかりでなかったことも否定できません。法に触れてないからといって本当にこんなことをしてもいいのだろうか。もしかしたら彼女の中にはそんな葛藤があったのかもしれません。その葛藤がいつしか彼女の精神を蝕み、大切なものを奪っていったのかもしれませんね。ただのバグでしょ。というわけで犯罪なしでもギルドマスターになれるということが分かりました。これで犯罪が苦手な方も安心してギルドマスターを目指せますね。といったところで今回の動画はここまでです。良ければいいね、高評価してもらえると励みになります。それではまた次回お会いしましょう。